これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。用務員さん。体験者 Y さん、40代女性。小学校4年生の時、私は塾に通っていました。電車を乗り継いで行っていたので、帰宅が遅くなる日もありました。ある日の夜9時過ぎ、仕事から帰ってきた母と遅い晩ご飯を食べながら話していて、ふと学校に宿題を忘れてきたことに気がつきました。明日朝早く学校に行ってもいい？軽い気持ちで言うと、母の顔色が変わりました。その日のうちに、その日に出た宿題を終わらせないのはだらしがない。母は言い出すと絶対に聞かない、とても厳しい人でした。夜遅いにもかかわらず、今すぐ学校に取りに行きなさい、と言われ、私は仕方なく夜の道を一人で歩いて学校へ向かいました。小学校は家の真裏にあります。それだからか、母はついてきてくれませんでした。学校の通用門に着いたのは夜の10時を過ぎた頃だったと思います。通用門の近くにある用務員室の窓口に行き、呼び鈴を鳴らしました。そこに置いてあった来校ノートに日付、学年、氏名、そして置き時計が指していた来校時間を記入しました。窓口から用務員のおじさんが出てきたので、私は事情を話し、一緒に教室へ向かってもらうことになりました。こんな遅くに宿題を取りに行かせるって、お母さんはとっても厳しい人なんだね。私はそれを聞いて、やっぱりうちの母はしつけが厳しいんだな、と子供心に思った記憶があります。真っ暗な教室に着き、私は電気をつけて自分の机の中から宿題のノートを取り出しました。そして二人で用務員室に戻り、用務員さんが来校ノートに私の退校時間を記入してくれました。親御さんが待ってるだろうから早く帰りなさいね。次からは宿題を忘れないように十分気をつけてね。そう言って通用門のところまで私を見送ってくれたんです。次の日、無事宿題を提出した私は担任の先生に昨日の夜の出来事を話しました。すると先生はひどく困ったような顔をして言いました。そんな夜遅くに一人で出歩いちゃいけないよ。今後は宿題を忘れないように気をつけなさい。私がしょげていると先生がぼそっとこう言ったんです。でも、昨日は先生が最後に見回って学校を出たんだけどな。その後に学校に誰か入ってるってことか。詳しく聞くと、先生は昨夜
小テストの採点などで残り、夜の9時頃に見回りをして、校内すべての小灯を確認したそうです。そして、今年から導入された警備会社のシステムをしっかりと設定して帰宅した、とのことでした。さらに、用務員さんは夜の8時には全員帰っているというのです。その用務員さんってどんな人だった？先生にいろいろと聞かれましたが、私は、ジャンパーを着ていたおじさんの印象です。としか答えられませんでした。昨夜のことなのに、なぜか顔をはっきりと覚えていなかったんです。無性に気になった私は、1階の用務員室へ行き、事情を話して代行ノートを見せてもらいました。ノートには間違いなく、私の書いた日付、学年、氏名、そして来校時間と退校時間がともに夜10時台で記入されていました。対応してくれた用務員さんは昨夜のおじさんとは違う人でした。そして私は昨夜の記憶をゆっくりと辿ると不思議なことが多かったことに気づき、徐々に怖くなってきたんです。なぜ用務員室の明かりがあんなにも薄暗く青白かったのか。なぜ用務員さんは私と教室に向かうとき、廊下や階段の電気を一切つけなかったのか。なぜ教室に着いたとき、用務員さんは中に入らず、真っ暗な廊下でじーっと待っていたのか。昨日はなぜか気にも留めなかった違和感に今更になって気づいて鳥肌が立ちました。その後、先生からは特に何も言われなかったので、あのジャンパーを着たおじさんが何だったのかはわからないままです。全校集会でもあの用務員さんを見つけることはできませんでした。ともあれ、その日以来、私が宿題を忘れることはなくなりました。あなたの怪談が本や朗読動画になるかもしれないイベントを全国各地で開催中。10人以下で怪談を語り合う楽しい会で参加費は無料です。参加者には特製キーホルダーをプレゼントしています。8月は鹿児島、9月は東京でやります。概要欄の応募フォームから申し込んでください。帰りの会。体験者 N さん、40代、女性。私が通っていたのは東京の外れにある小さな小学校でした。東京といってもすぐ隣はもう神奈川県。県境を川が一本流れてるようなのどかな田舎町です。学校の目の前には牛舎があって、もうという鳴き声が聞こえてくる。少し山の方へ行けば養鶏場もあって、風向きによっては独特の匂いが漂ってくる。校舎は当時でも
築100年ほど経っている古い木造の建物。そんな学校でした。これは私が小学校の1年生か2年生だった頃の話です。空は薄く曇っていて、日差しがぼんやりと霞んでいる、そんな日でした。小学生の時は帰りの会ってありましたよね。一日の終わりに担任の先生が教壇に立っていろいろと話をする時間。正直退屈で、私はいつもぼーっとしていました。窓際には先生の机があり、その横に木でできた棚があって、棚の上の壁には小さな鏡が取り付けてありました。30センチ四方くらいのなんてことのない四角い鏡です。窓側の前から2列目だった私の席からは、斜め前にその鏡が見えていました。早く終わらないかな。そう思いながら、私はぼんやりとその鏡を眺めていました。そういえば鏡ってどうやって映ってるんだろう。くだらないことを考えながら鏡の中に映る教室をなんとなく見ていた。その時、鏡の中の景色がゆっくりと揺れ始めたのです。大きな地震が来る時みたいにゆらりゆらりと。鏡の中の揺れはだんだんと大きくなっていきます。私はあっけに取られたまま鏡を見つめていました。揺れているのは鏡の中だけだったんです。鏡そのものは壁に張り付いたままピクリとも動いていません。地震なら教室ごと揺れるはずなのに、先生もクラスのみんなも何事もなく座っています。鏡の中の景色だけが上へ下へと激しい縦揺れが起こっていて、しまいには何が映ってるのかもわからなくなりました。揺れ始めてからだと1分以上は見ていたはずです。だんだん怖くなってきて、これは誰かに言わなきゃと思いました。私は鏡から目を離さないようにしながら、隣の席の男の子に小さな声で話しかけました。ねえ、見て、鏡の中揺れてるよ。そう言いながら、ちらっと男の子の方を見て、また鏡に目を戻すと、いつもの鏡に戻っていたんです。教室の景色を静かに映してるだけ。私は男の子に、なんでもない、と言ってごまかしました。あれから数十年経ちますが、やばいやつだと思われたくなくて、今日までこの話を人にしたことはありませんでした。あの体験は私だけ時空の狭間というか、世界の隙間と言いますか、そういうところに一瞬入り込んじゃったのかな、と思っています。
雪払い。体験者 K さん、60代男性。僕は大学生の時、山岳部に所属していました。その活動の一つで、大学1年生の5月に長野県と富山県にまたがる針の木岳という山で訓練をした時の話です。この山の途中には V 字型の谷があり、冬の間、両脇の山から大量の雪がなだれ込んで分厚く積み重なります。だから暖かくなっても溶けきらずに残ってるんです。これを雪国の雪に渓谷の渓という漢字を書いて雪渓と呼びます。この針の木岳の雪渓、いわゆる針の木大雪渓は長さが何キロにも及ぶ巨大な雪の坂道となってるんです。5月とはいえ、山ではまだまだ雪も降りますし、溶けかかった雪がザラメ状で、半分氷みたいな状態。そんな過酷な場所で、本格的な雪山を登る前の訓練を泊まりで行うわけです。この時、山に入っていたのは、僕たち1年生が4人、あとは2年生から4年生の先輩たち。日中の訓練を終え、夜になる前に3つのテントを張りました。1つは1年生のテント、2つ目に2年生のテント、そして3つ目は3、4年生のテントです。春とはいえ、山の天気は侮れません。夜になると、ものすごい量の湿気を含んだ重い雪が降ってきました。お前ら、こんだけ雪が降ってるから、夜は交代で起きて、テントの雪を払えよ。そうしないと潰れちゃうからな。先輩から厳しく言われました。最近のテントは性能がいいのかもしれませんが、当時のテントは雪が積もると、重みでテントが潰れてしまう危険があったのです。わかりました。元気よく返事をしたものの、僕たちにとっては初めての訓練。日中は先輩にしごかれ、しかも1年生は一番重いテントを背負っていますから、体力の限界です。そんな状態で起きられるはずもなく、案の定、泥のように眠ってしまいました。夜中の何時頃だったでしょうか。パサー、パサー。テント内に響く音で目が覚めました。見上げると、いつの間にか雪は止んでいて、月が出ています。その月明かりに照らされて、テントの生地に何かの影が映っていたんです。手の影でした。雪を払ってくれています。やべえ、先輩が払ってるよ。明日の朝、説教される。でも、恐怖心よりも眠気が勝り、また眠ってしまいました。翌朝、目を覚ましてすぐに同じテントの同級生たちに言いました。昨
昨日起きられなかったよな。テントの雪、先輩が払ってくれてたぞ。説教されるから先に謝りに行こうぜ。俺も見た。手の影、払ってたよな。だよな。やばいよな。僕たちは慌てて隣の2年生のテントへ謝りに来ました。昨べはすみませんでした。起きられなくて雪を払えませんでした。は？俺らは払ってねえよ。お前らのところなんか行くわけねえじゃん。え？じゃあもっとやばいぞ。3年生か4年生の先輩だ。急いで3、4年生のテントへ駆け込みました。は？知らねえよ。俺らじゃねえわ。誰も僕たちのテントの雪を払っていませんでした。じゃあ、誰が払ってくれたんだ？気味が悪いですが、訓練中なので、この話は一旦終わってしまいました。その日の訓練は、テントや荷物をそこに置いたまま、軽装で雪渓を登っていくというもの。全員で登っていくと、上の方に4、50人ぐらいの団体がいました。近づくと、お経をあげています。何かあったんですか？先輩が尋ねると、お経をあげていた一人が答えてくれました。実は、ここの雪渓で、雪崩に飲み込まれて、仲間が亡くなったんですよ。今日はその供養で、お経をあげに来てるんです。三回忌でしてね。僕たち1年生は顔を見合わせました。昨夜、テントが潰れないように雪を払ってくれたのは、もしかして。確証はないですが、あの影を見たのは僕だけではありません。だから、誰かが雪を払ってくれたのは事実なんです。過酷な雪山で僕たちを守ってくれたあの手は、もしかしたらこの山で亡くなった方のものだったのかもしれません。53人。体験者 N さん、50代男性。京都のお寺で住職をしている N と申します。実は私、お寺の一角で鍼灸院も開いてるんです。お坊さんと針の先生、その二足のわらじでもう長いことやっています。今でこそ寺で一人でやっていますが、昔は違いました。以前は京都の街中にテナントを借りて、友人を一人誘い、二人で鍼灸院をやっていた時期があるんです。ベッドを二つ並べて、患者さん一人にたっぷり1時間。そうやってじっくり治療するのがうちのやり方でした。これはその頃の話です。
うちに Y さんという常連さんがいました。一緒にやっている友人の知り合いの方で、もう何度も通ってくれている気心の知れた患者さんです。ある日のこと、その Y さんがいつものように治療院に入ってきた。その瞬間、ぞーっとして、私と友人は思わず顔を見合わせてしまいました。なんだ、これは。うまく言葉にできないのですが、とんでもない雰囲気なんです。パッと見はいつもと同じ Y さんにしか見えない。なのに、なんか今日はこの人あかん。そんな感覚が私たち二人を同時に襲いました。友人は私よりもそういった類に敏感な男です。Y さんを一目見るなり、突然トイレに駆け込み、吐いてしまいました。でも Y さんは友人の患者さんです。放っておくわけにもいかず、トイレから戻ってきた友人は、ものすごい顔をしたまま、Y さんの治療を始めました。どっちが患者なのか分かったものじゃありません。Y さん、どうしたんですか？何かありました？いや、何がですか？本人は至ってケロッとしたものでした。でも友人が治療をしながら話を聞いていくうちに原因が見えてきました。どうやら Y さん、少し前に心霊スポットに行ってきたらしいんです。しかも何回も。友人が半切れで言いました。Y さん、お願いですから、変なところに行かないでくださいよ。そういうとこ行ったらダメなの？Y さんの治療を何とか終えた。そのすぐ後、次の患者さんがいらっしゃいました。この方がまた少し変わった方でしてね、霊能力者なんですよ。お仕事としてやられていて、もともとは東京にお住まいだったのが、東京で大きな地震がある。怖いから京都に来た。と言って、京都に移ってきた方でした。この方が、うちの治療院に足を踏み入れたとき、開口一番、こう言ったんです。これ、何？え？何ですか？ダメだよ、これは。今日はもう治療してもらうどころじゃないよ。治療室の中をぐるりと見回して言いました。いっぱいいるよ。ちょっと今から一人ずつ上に上がってもらうからね。この空間いっぱいに幽霊がいると言います。そして何やらゴニョゴニョと唱えて手を上にスッと上げ始めたんです。はい、あなた、上、行って。はい、次の人、行って。かれこれ、1時間近くやっていました。しかも見ていると、霊能者さんが幽霊と何かを話してらっしゃるんですよね。
こんなところにいちゃダメだよ。早く上がって。みたいな感じで、呪文のようなものを唱える合間に、普通の会話を挟んでいたのが印象的でした。そして、全部が終わったタイミングで話しかけられました。いやー、全員上がってもらったよ。53人ぐらいいた。普段の仕事よりきつかったよ。そういえば、霊能者さんは最初、一人一人上げていたのに、途中から、あなたたち上行ってとか言って、まとめて上に上げていたのを思い出しました。結局、この日、霊能者さんはお題を取らずに帰っていったんです。53人を引き連れてやってきた Y さんは、今でも私の治療院にいらっしゃいます。困ったことに、時々なんか変な雰囲気を持って来られます。相変わらずご本人は全くの無自覚です。グラウンドに埋まってるもの。F さん、40代女性。小学生の頃、母のママ友から聞いた話です。私の父は転勤が多くて、家族でいろんな土地を転々としていたのですが、母の実家がある中部地方のある場所に家を建てて、ようやく落ち着いた時期がありました。そこで母に K さんというママ友ができたんです。K さんは体育の先生をされていて、すごくサバサバした元気いっぱいで活発な方でした。ただ、すごく霊感の強い方で、いろんな不思議な体験を笑い話のような感じで私たちに聞かせてくれていたんです。これは、そんな K さんが体育系の大学に通い、陸上部に所属していた頃の体験談です。陸上部のウォーミングアップでは、最初にグラウンドを何周もランニングするそうで、先輩たちが前を走り、1年生だった K さんは一番後ろをついて走っていました。ある日のランニング中、グラウンドで K さんは何かに引っかかってつまずきました。何か石にでもつまずいたのかなと最初は気にせず走っていました。でもグラウンドを何周もしていると何度も同じ場所でつまずいてしまう。気をつけて走ってるのにその場所に差し掛かるとなぜかぐっと足を取られてしまうそうなんです。先輩たちも危ないんじゃないかしら。そう思って前を走る先輩たちの足元を見ると、先輩たちは何も引っかかることはなく、普通に走り抜けていく。なのに自分がその場所に来ると、決まって足を取られて転びそうになる。やっぱり危ないな。石とかが埋まってるなら取ってもらわないと。ウォーミングアップが終わった後、K さんはコーチにお願いしました。ちょっとあの辺で私よく転んじゃうんです。
もし石とかがあったら危ないので、どけてもらえませんか？コーチと一緒にその場所へ行くと、確かに地面が少しもこっと盛り上がっていたそうです。ここだね。ちょっと撮るか？コーチが引っ張りましたが、なかなか取れません。あれ、これ、意外と深く埋まってんな。もっと周りを掘って石を出そうということになり、二人で土を掘り返し始めました。でも、掘っても掘っても石の全貌が見えません。あれ、結構でっかい石が入ってるね。なんて言いながら、さらに深く掘り進めたそうです。すると、土の中から出てきたのは、石なんかじゃありませんでした。大きな墓石だったのです。それを見て、K さんは、ギャーと叫んでしまったそうです。先輩たちは誰も引っかかってないのに、私だけ毎回足を取られてたのよ。多分、ここから出して、出して、って私に訴えかけて足にしがみついていたのかもね。K さんはそう言って笑っていました。と、ここまでが F さんが私たちに語ってくださったお話。この時私はチャンネルの視聴者数名に集まっていただいて、レンタルスペースで会談を聞いていました。その中に Y さんという女性がいたのですが、このグラウンドで墓石が見つかった階段について興味深い意見を聞かせてくださいました。すみません。私、Y と申します。もう辞めてしまったんですけど、以前は不動産業をやっていました。今聞いたお話、もしかしたらこういうことかもしれません。田舎の方に行くと、あぜ道とか田んぼの中に突然ポツンとお墓があったりしますよね。実はああいうのって私有地の中にお墓を建ててしまっていて、お墓としての登記を上げていないことが多いんです。そんな話を前提として、ここからはあくまで私の想像なんですが、例えばある個人の土地、山や畑などを買い上げて、そこに新しく学校を作ることになったとします。学校って税金で建てるものなので、どうしても安い土地が選ばれるんですね。もし、その買い上げた土地に昔の所有者もわからないようなお墓や無縁仏、生き倒れた方を祀る供養塔がポツンとあったとしたら、登記上は墓地になっていないので、売る側も買う側もそれに気づかないまま、ポンと上に学校が建ってしまうという可能性がゼロではないんです。この墓地があるかどうかもわからないっていう状況、実はすごく恐ろしいことなんです。私が不動産業界で仕事をしているとき、そういった土地にオーナーさんが賃貸マンションを建てたいとなったとしますよね。その時、一番困るのはオーナーさんでも私たち不動産屋でもありません。
実際に土を掘り返す工事をやる業者さんたちなんです。なぜかというと、工事の最中になんだかわからない祠とか石塔の塊が実際に出てくることがあるからです。これ何ですかってオーナーさんに聞いても、昔からあるからわからないと言われてしまう。行政に行って過去の登記簿を調べても、戦前より前のものは記録がなかったり、空襲で消失してしまっていたりで、結局よくわからないという返答しか来ません。オーナーさん的には、よくわかんないけど邪魔だからぶっ壊してよとか言うんですけど、業者さんは自分たちに何かが降りかかるかもしれないから本当に嫌がるんです。絶対にちゃんとお祓いをしてほしい。業者さんはそう言います。今回 F さんがお話しされていたグラウンドから発見された墓石。それは多分過去に誰かが私有地に建てた古い墓石の一部なんだと思います。その下には名もなき誰かの骨が埋まってる可能性が高いです。お前だ。体験者 T さん、50代女性。高校生の時、私は演劇部に所属していました。もう40年以上前の話です。事の発端は、私が高3の時のゲネプロの日でした。ゲネプロというのは、本番と全く同じ条件で行う通し稽古のことで、その日は演劇部で体育館を貸し切るんです。内側から全部鍵をかけて、部外者は一切入れない状態。唯一出入りできる入り口の前にだけ OB の先輩や先生たちが座って見ている。つまり関係者以外は一切入れない完全な密室状態です。そういった状況でお芝居をして、自分の出番が終わった人から順番に反省会のために集まってきます。体育館の構造は前方に舞台があって、その左右の2階部分に部室と調整室があり、そこをつなぐ渡り廊下が舞台の奥の壁際にあるんです。渡り廊下の前には演出で使う白い幕があって、正面からは見えません。反省会のため、みんながバラバラと集まってきて、そろそろ揃ったかな、という時のことでした。バタバタという足音とともに、2階の渡り廊下の前にある白い幕が、ふわっと動いたんです。誰かが渡り廊下を走ると、こんな風に幕が動くことがよくありました。ああ、誰か一人、まだあそこにいるな。そう思って見ていたんですが、待てど暮らせど、誰も降りてこないんです。話が進んで、反省会が終わりそうになって、何気なく人数を数えてみると、全員いるんですよ。
あれ、じゃあさっきのは誰？反省会が終わった後、他の部員に聞いて回りました。空耳かと思うんだけど、さっき足音が聞こえなかった。やっぱりそうですよね。私も聞こえました。その場にいた30人のうち5、6人が足音と幕が動くのを見たと言います。でも、部員は全員ここに揃っている。そうしたら、今度は後輩の一人がこんなことを言い出しました。今まで黙ってましたけど、部室の下の大道具置き場とか資材置き場のあたりに、時々女の子がいるんです。小学生くらいのおかっぱ頭で、もんぺを着た女の子です。高校生でしたから、そんな話を聞いたら、絶対に何かいる、と変に盛り上がってしまって、その日から演劇部の間で心霊ブームみたいなものが起きたんです。そして、ある土曜日のこと、先生たちが職員室に行っていたので、私たちは舞台の隅っこで休憩という名目でサボっていました。縁になってみんなで怖い話をして遊んでいたんです。女の子ばかり8人で丸くなって百物語みたいに順番に階段を話していました。順番が一番最後だった私はわかりやすくみんなを驚かせてやろうと思い、当時流行っていたとある怪談話をしました。当時流行っていたので知っている方もいると思いますが、こんな話でした。夕方、ある女の子が学校から家に帰るため歩いていると、途中で3、4歳くらいの女の子がしゃがんで泣いていました。時間も遅いし、迷子かもしれない。そう思って声をかけました。大丈夫？どうしたの？お名前言えるかな？女の子は泣いているだけで、なかなか返事をしてくれません。でも、お父さんかお母さんはどこかな？と言うと、女の子がふと泣き止んでこう言いました。お母さん、殺されちゃった。え、ちょっと待って。大丈夫？お家はこの近くなの？違う。そして、また泣き出してしまいました。お母さん殺されちゃったってどういうこと？それを見ちゃったの？うん。え？犯人も見た？うん。どういう人だった？お前だって言われる、当時定番だった階段です。私は静かに話を進めていって、最後の最後、大きな声で脅かしてやろうと思っていました。いよいよクライマックスに差し掛かり、お前だ！私が大きな声を出した、その瞬間でした。上からものすごい音が聞こえ、全員が一瞬固まっていると、
私たちのすぐ目の前に何かが落ちてきたんです。それは巨大な水銀塔の照明でした。円形になって座っている私たちのちょうど真ん中、床から1メートルほどの高さでブラーンと揺れていたのです。ギャー。一瞬の静寂の後、全員で悲鳴を上げ、大騒ぎになりました。あと少し、本当に数十センチずれていたら、私の隣にいた子に直撃し、死んでいたと思います。その直後、今度は2階の調整室から叫び声がして、後輩数人が階段を駆け下りてきました。どうしたの？下でみんなが悲鳴を上げたとき、何事かと思って見てたら、今度は照明と照明の間を黒い影が通ったんです。それを聞いて私たちは本当にパニックになっちゃったんです。でも目の前には床から1メートルほどの高さで止まって不気味に揺れている水銀塔があります。こんなのそのままにしておけません。でも怪談話をして遊んでいたのがバレたら先生に怒られます。とりあえず照明が落ちてきたことだけ先生に伝えよう。でもその前に自分たちで何とかしなければ。誰かキャットウォークに上がって引き上げなきゃダメだよね。そう言ってもみんな怖がって誰も行きたがりません。しょうがないので私がロープを持って階段を上がり引き上げに行くことになりました。落ちた照明の真上に行きロープでくくって落ちないようにしっかりと縛り付けているとき、ある疑問が浮かびました。なんでこれだけ落ちたんだろう。舞台の照明というのは落ちないように太い鎖が巻かれて固定されています。鎖が切れてしまったのかと思い、固定されていた根元の部分を確認しましたが、鎖は切れていませんでした。そうなると、物理的に落ちてくるはずがないんです。じゃあなんであのタイミングで私たちが固まっていたど真ん中にあんなものが落ちてきたのか。実はこの体育館、昭和初期に建てられています。よく戦時中は運動場や体育館が遺体の安置所として使われていたという話がありますが、もしかしたらこの体育館もそういった使われ方をしていたのかもな、と思いました。佐藤敦、かっこ仮名、S さん、30代男性。僕の友達は登山が趣味で、大学でも登山サークルに入っていました。彼が大学4年生のある日、自分が卒業する前に部室をきれいに掃除しておこうと思って片付けをしていたそうなんです。
部室の隅っこには、歴代の先輩たちが置いていった荷物が山積みにされていました。どうせゴミだろう。どんどん手に取ってゴミ袋に突っ込んでいたら、その中に一つだけ妙にボリュームのあるリュックサックがありました。開けてみると、中には登山道具一式がきれいに揃っていました。なんでこんなのずっと放置してあったんだろう。道具を一つ一つ出してみると、名前が書いてありました。佐藤敦。誰だこれ。在学中に関わった先輩方にその名前はありません。でも、これだけ道具が揃っていると、捨てるわけにはいかず、そのままにしておきました。そして、しばらくして、突然思い出したそうです。あ、あの名前、もしかして、あの時の山小屋のやつか。それは2年前、彼が大学2年生の時の話です。夏休みにサークルのみんなで一泊二日の登山計画が持ち上がりました。山を登って山小屋で一泊し、翌朝早くに出発し、山頂で朝日を見て下山するというよくある工程。参加したのは彼と同級生、そして先輩と後輩も合わせた全部で6人。この日登ったのはそこまで険しい山ではなくて、夕方には山小屋に着いてゆっくり休んでいたそうです。山小屋に泊まっていたのは管理人一人と彼ら6人だけの貸し切り状態でした。消灯時間、山小屋なので本当に真っ暗になります。ちょっと簡単にだけど、肝試しやらないか。空き部屋がたくさんあったので、一番上の部長がそう言い出したんです。早速、山小屋の一番手前の部屋に集まりました。あらかじめ一番奥の部屋に紙とペンを置いておき、そこから順番にその部屋まで行き、置いてある紙とペンを使って自分の名前を書いて戻ってくるというルールです。消灯後ですから電気はつけられません。懐中電灯を持って一人ずつ真っ暗な廊下を進み、奥の部屋まで行って帰ってくるんです。肝試しは滞りなく進み、最後に言い出しっぺの先輩が自分の名前を書いて紙とペンを回収して戻ってきました。お疲れ。その場にいた全員で懐中電灯の明かりを頼りにその紙を見たそうです。A4 サイズの真っ白い紙。真ん中だったり、ちょっと上の方だったり、思い思いの場所に名前が書いてあります。そして、一番下まで目をやったとき、全員の体がこわばりました。佐藤敦。そんな名前の人間はこの場にいません。
かも、その名前だけ赤い字で書かれていました。置いてあったペンは黒の単色ボールペン。誰も赤いペンなんて持っていないんです。いや、これ誰が書いたんだよ。本当だよ、おい。ふざけんなよ。誰かのいたずらだと思ったのか、先輩たちが妙に明るい声で言います。でも本当に誰も知らないもんで、全員黙ってしまいました。真っ暗な山小屋で赤い字で名前を書くって不気味じゃないですか。寝るぞ。その日の夜は大学生の男が6人同じ部屋に集まって寝たそうです。翌朝、管理人さんに確認しました。ここって何か出るんですか？この名前知ってます？佐藤敦。知らないな。何か出るって幽霊ってこと？いやいや、そんなのが出るっていう噂もないし、誰かが亡くなったっていう事実もないよ。結局、佐藤敦の正体はわからないまま、山頂で朝日を見て下山し、解散したそうです。それから2年後、彼が卒業するタイミングになって、部室のリュックサックから佐藤敦の名前が出てきたんです。もしかして、もっと昔の先輩の名前なんじゃないか。学生課に行って調べてもらいました。すると確かに10年前、自分と同じ学部に佐藤敦という学生がいたそうです。ただ、卒業ではなく、除籍扱いになっている。学生課でわかるのはそこまででした。どうしても気になった彼は、自分の学部にいる年配の教授に尋ねました。以前、佐藤敦さんという学生はいましたか？教授はしばらく考え込んで思い出してくれたそうです。ああ、そんな学生いたな。覚えていらっしゃいますか？実は部室に彼の登山道具があるんで返したいんです。教授は首を横に振りました。それは無理だね。佐藤敦君はとっくに死んでるから。佐藤さんは在学中に病気になり、そのまま亡くなっていました。だから、卒業ではなく、除籍扱いになっていたんです。教授が懐かしむように付け加えました。彼はかなり登山が好きでね。もしかしたらその時、君たちと一緒に山に行っていたのかもしれないね。
黄色い服。体験者 O さん、50代女性。小学生の頃、都内にある8階建てのマンションに住んでいました。今でもはっきりと覚えてるんですが、一時期私はこのマンションで奇妙な女を見かけていました。それは夜に現れました。家族がみんな寝静まった時間、私が一人でトイレに行こうと起きると、窓の外がぼんやりと黄色い光で照らされてるんです。こんな時間になんだろう。私たち家族の部屋は2階の角部屋で、窓の下を覗くとマンションの裏口が見えます。そこに下を向いた女の人が立っていました。携帯電話なんてない時代でしたから、その時の私は誰かが迎えに来るのを待ってるのかな、くらいに思いました。でも、その人の動きが変で、同じ場所をぐるぐると回っていたんです。黄色い服を着て、髪は茶色っぽい、パーマのかかった人。一見普通の女の人なのに、ずっと同じところを回り続けている。その後も4回ぐらいはこの女の人を見ました。ねえ、たまにあそこにいる女の人、何なんだろうね。家族にそんな話をしたこともありましたが、結局この時は誰なのかはわからずじまいでした。そしてマンションから引っ越して何十年もの月日が流れたある日、母が当時あの場所で起こっていたトラブルについて話し始めたのです。実はあの頃、マンションの8階に住んでいた家族の間で男女関係の問題があったと言います。よくある話で、夫が浮気をしていて、しかもその相手が結婚してほしいと迫っていたそうです。でも男性には家庭がある。はい、そうですか。と離婚するわけがありません。浮気相手の女性は思い詰めたのか、痺れを切らしたのか、事件が起きてしまいました。そして、そのことに関しては、当時小学生だった私もよく覚えていたのです。ある日の夕暮れ時、ほら、ご飯できたよ。母に呼ばれてリビングのテーブルに座りました。いただきま、そう言い終わる直前、部屋の中が一瞬だけ、本当に一瞬だけ真っ暗になったんです。え、今何？そう思った次の瞬間、ドン！家全体が下から突き上げられるように揺れました。座っていた私の体が跳ね上がるくらいの衝撃。地震の縦揺れのような、そんな感じでした。何が起きたのかわからずにいると、外から慌ただしい足音や人の声が聞こえ始め、しばらくすると救急車のサイレンも近づいてきます。見に行こうとする私を
慌てて母が止めました。見ちゃダメ。あんたは見ちゃダメだから。人が落ちたというのです。落ちた場所はマンションの1階にある裏口の目の前。さっき我が家のリビングが一瞬暗くなったのは、うちの窓のすぐ外を上の階から身を投げた人が真っ逆さまに落ちて通り過ぎていったからでした。この時、父は家にいませんでした。夜に仕事があって朝まで帰ってこないことが多い人でしたから。翌朝、家に帰ってきた父が言いました。いやー、参ったよ。父が車を駐車する場所は裏口の目の前だったんです。あそこじゃ車が出しにくくて困っちゃうよ。その日、私が駐車場を通った時、現場はすでにきれいに清掃された後でした。でも人の体って血だけじゃなく油とかいろんなものが混じってるじゃないですか。だからいくら洗い流しても地面にうっすらと跡が残っていました。あ、ここだ。清掃されていてもはっきりわかりました。ここに落ちたんだな、と。私はその後、しばらくじーっと見ていました。小学生の時の私は、人が落ちたこと以外、何が起きてるのかわからなかったんですが、落ちたのは8階に住んでいた男性の浮気相手の女性だったんです。そしてこの話にはもう一つ続きがありました。その女性が身を投げた時に着ていたのは黄色い服だったそうです。思えば下を向いてぐるぐると回る黄色い服を着た女の人を見るようになったのはこの事件以降でした。マンションは今もあの場所に立っています。後輩のマンション。体験者 Y さん、60代男性。Y さん、そういうのが得意だって聞いたので、聞いてほしいんですけど。ある日、会社の後輩が僕に相談を持ちかけてきました。彼は5つほど年下で部署も違う。普段は特に親しく話す間柄でもありません。そんな彼がわざわざ僕を頼ってきたんです。聞けばこんな話でした。彼が住んでるのは3階建ての小さなマンション。各階に部屋が一つずつしかない細長い作りの建物で、その2階に住んでいました。相談というのは彼が寝ている時の話だと言います。毎晩誰かが階段を上がってくる音が聞こえるというんです。その音を彼は
甲冑だと言いました。ガチャ、ガチャ、ガチャ、と聞こえる。日によっては、ペタ、ペタ、と歩く音が聞こえることもある。とにかく、誰かが一段ずつ上がってくる。そして、自分の部屋の玄関の前まで来ると、ピタリと止まる。ワンルームなので、玄関ドアのすぐ向こうに誰かが立っている気配を感じる。でも、それきり何も起こらない。寝入った後に起こる現象だったので、うとうとしながら、そのまままた眠ってしまう。そんな日々が続いていましたが、夢かな、気のせいだろうな。そう思ってやり過ごすようになっていました。ところが、ある晩のこと、ふと目を開けると、ドアの内側に人が立っていたのです。白い着物を着た女でした。とうとう部屋の中にまで入ってきた。あんなものを見てしまったら、とても一人ではいられない。夢かもしれないですけど、Y さん、一度うちに泊まってくれませんか？そう頼まれました。当時の僕は、なぜか職場でも人の相談事を引き受けることが多くて、こういうのも嫌いな方ではなかったんです。それで彼の部屋に泊まってみることにしました。結果、僕は日をまたいで合計3泊したのです。1日目、僕がいる安心感からか、一緒に飲んだ酒のせいか、彼はぐーぐー寝ていました。僕の方はこういう時に限って目が冴えるもので、朝まで起きていてやろうくらいの気持ちでいる。ところが、しっかり目を開けて身構えていると何も起こらない。なんだ、何も起きないじゃないか。そう思ってついうとうとと意識が落ちかける。すると何か聞こえてきました。あれ、これか。でも、その時の僕は寝ぼけていて、意識がぼんやりしていたので、音の正体をはっきりとつかめず。足音にしてはなんか違うな。そんなことを考えてるうちに、また眠ってしまったのです。2回目に泊まりに行った時は、もう少しはっきりと聞こえました。確かになんか聞こえたな。Y さん、やっぱりこの部屋、何か聞こえるでしょ？聞こえた。それは間違いない。でもあれは本当に足音なんだろうか。3回目。やっぱり彼はぐーぐー寝てしまう。そして聞こえてきました。この頃には僕の中で一つの思いが強くなっていました。これは足音じゃない。足音にしては音質が違う。
そして何より、テンポが妙に一定なんです。か、か、か、と、等間隔で刻まれている。時計の秒針じゃないか。ただ、どうも、自分の意識がぼやっとしている。その晩も、確信の持てないまま、眠りに落ちました。翌朝、彼に言いました。お前、あれ、時計の針じゃないのか？え？そんな大きい音しますか？夜中にシーンと静まり返ってみろ。意外と聞こえてくるもんだぞ。半信半疑のようでしたが、彼は言いました。わかりました。うちの時計、全部処分します。秒針の音がするアナログ時計を捨てて、デジタルに変えたそうです。そしてしばらくして、Y さん、あれからあの音聞かなくなりましたよ。本当にありがとうございます。彼はすっかり安心した様子で僕に報告に来ました。なんてことはない。ただの時計の音だった。これで一件落着だ。お礼にご馳走させてください。というので、彼の住むマンションのすぐ近くにある居酒屋に二人で入りました。しばらく飲んでいて気づいたんですが、少し離れたテーブルで年配の男性が二人、やけに神妙な顔をして話し込んでいる様子でした。もっと時間が経って他の客がみんな帰ってしまい、店に残っているのは僕らとその年配の二人だけ。そうするとやはりあちらの話し声がぽつりぽつりと耳に入ってきたのです。やっぱり出るらしい。うちも同じでね。何の話だろうと聞くともなしに聞いていました。甲冑の音がするって言うんですよ。白い着物の女を見たという人もいてね。僕は思わず彼と顔を見合わせました。おい、似てるぞ、お前の話と。ですよね。いても立ってもいられず、僕はその二人に声をかけました。すみません。話が聞こえてきて気になってしまって。今何のお話をされていたんですか？聞くと二人はこの近くでそれぞれアパートを所有しているオーナーさんたちでした。最近ね、住んでいる方から出るっていう相談がやたら多いんですよ。そうそう。それで退去してしまう人もいてね、困ったもんだと話していたんです。実は、こいつが住んでるマンションでも同じようなことがありまして、甲冑の音と白い着物の女を見たんですよ。そう説明すると、二人が聞いてきました。
そのマンションはどこです？すぐそこの並びのあそこです。それを聞いた二人は顔を見合わせて、はぁ、とうなずきました。マンションのところね、この辺り一帯はね、昔秀吉の聚楽台があった場所なんですよ。聚楽台とは、豊臣秀吉が京都に築いた、それはもう豪華絢爛な城のようなお屋敷です。ちょうどお宅のマンションが建っているあたりは、多分台所があった場所あたりでしょうから、その白い着物の女というのも案外、その頃の人かもしれませんね。そう言われたものの、僕には引っかかることがありました。でも、聚楽台って人が殺されるような、そんな忌まわしいことがあった場所でしたっけ？すると二人は首をかしげています。それがないんですよ。だから、私らも不思議でね。聚楽台にまつわる処刑だなんだという話は少し離れた場所でありました。でも、あの屋敷の敷地でそんな血生臭いことがあったという話は聞いたことがない。それなのに、あの一帯のマンションに住んでいる人たちが次々と同じ音を聞き、同じ女を見ている。結局のところ、答えはわかりません。ただ、あの居酒屋で赤の他人の口から、甲冑、白い着物という言葉が出てきたあの瞬間、背筋がゾワッとしました。そんな噂があるなんて、こちらは知りもしないのに、奇妙な一致があり、たまらなく怖かったんです。僕と後輩の中では、時計の音だったということで納得しかけていたのですが、違ったのかもしれません。彼はそれからすぐにあのマンションを引き払いました。実はこの後輩とは、それからなぜか妙に馬が合いまして、しょっちゅう二人で飲みに行く仲になったんです。また別の話なんですが、僕らが飲みに行くとき、僕が彼の家まで車で行って、彼が家から出てきたら車を置いて二人で出かけるというのがいつもの流れになっていました。彼の部屋は建物の裏口のすぐそばにあったので、僕がその真横に車を止めると、わざわざ呼ばなくても彼の方から出てくる。土手沿いの端っこの家でね、少し行き過ぎると空き地になっていて、家もありませんでした。だから、車の往来もそこまで気にならないので、彼の部屋の真裏に止めるのが一番手っ取り早かったんです。週に二度も三度もそうやって飲みに行っていたんですが、ある日後輩に言われました。Y さん、最近なんで向こうに止めるんですか？え？いや、なんでだろうな。
言われて初めて気づいたんですが、ある日を境に、僕はなぜか後輩の家の真裏に車を止めなくなっていました。自分でも理由はよくわかりません。ただ、なんとなく、そこから10メートルほど先の電柱しかない場所に止めるようになったんです。しばらくして彼が言いました。Y さん、気づいてないんですか？わかんないな。なんでだろう。Y さんが車を止めてる場所、最近、小学1年生の男の子が車にはねられて亡くなってるんですよ。ほら、あそこ、花が置いてあるでしょ。その男の子が亡くなった翌日から、僕がこの場所に車を止め始めたというのです。だから Y さん、なんかこの事故のことを知ってるのかと思ってました。そんなこと知るはずもありません。花にも全く気づいていませんでした。電柱のところに小さな花瓶が置いてあるだけ。言われてみれば嫌でも目に入る。事故以降、4、5回はすぐそばに止めていたそうですが、僕は一度もあの花に気づかなかったんです。なんだか呼ばれてるみたいで怖くて、それ以来、車を置く場所は全く別のところに変えました。これが僕と後輩が体験した話です。幽霊タクシー。体験者 A さん、30代男性。俺、3年前から本格的にダイエットを始めて、毎日外を走ってるんですけど、その時にやたらと体が重くなることがあるんです。かと思えば、急に軽くなったり、その日の体調によるのかな、と思いながら日々走っていました。走るルートは決まっていて、まずお寺の脇を通り過ぎて、そこから少し山を登ります。登りきると住宅地があるので、U ターンして元来た道を下っていくんです。ある土曜日の午前中、俺はいつものコースを走っていました。その日はいつも通るお寺が何十周年か何かのお祝いをしてるみたいで賑やかでした。いろいろなお寺から住職さんが集まってるようです。その脇を走り抜けるとき、誰かの視線に気がつきました。住職の一人がやたらと俺のことを見てきています。たまたま目があったわけではなさそうで、目で俺の動きを追ってるんです。なんだろう、とは思いましたが、こんにちは、と挨拶をして、そのまま走っていきました。そして山に入ってしばらくすると、突然、ズンと何かが
肩に乗ったような重みを感じました。上り坂だからかな。疲れとかじゃないんだよな。考えてもわからないので、そのまま山を登りきって、同じルートを下って帰り、いつの間にか肩の重さのことは忘れていました。次の日の日曜、また朝から同じコースを走りました。すると今度は山に入る前、お寺を通り過ぎるときに体が重くなったんです。そして山道に入り、しばらく走っていると、体がふっと軽くなりました。坂道だけど、今日は体が軽いな。俺、調子いいんじゃない？なんてことを考えながら、U ターンして山を下ってきて、お寺の前に差し掛かったところで、昨日の住職が話しかけてきました。おー、今日も走ってんのか。元気だな。こんにちは。ダイエットで走り始めたら、走らないと気が済まないようになっちゃいまして、毎日走ってるんです。それを聞いた住職が言いました。ところで君、急に体が重くなったり、軽くなったりしてねえか？はい。さっき急に軽くなりました。多分君はどこからか拾ってきて、ここのお寺でおろして、またそれをその場所に連れて行ってるんだと思う。え？どういうことですか？その体が軽くなった場所ってどこだ？あの、合戦があった山があるじゃないですか。そこで軽くなりました。住職は、だよな、とうなずいています。実はこの山、昔合戦があって、多くの人が亡くなったみたいで、山道の途中に石でできたお墓が無造作に転がってるんです。俺はいつもその脇を走っていました。お前さん、多分そこで幽霊を乗せたり降ろしたりしてんだな。タクシーみたいなことになってるよ。住職が言うには、どうやら俺が合戦の跡地から霊を拾って住宅地まで一緒に行ってお寺で降ろしたり、別の日にはお寺から幽霊を拾って合戦の跡地に届けたりしてるみたいなんです。いい感じにパイプになってるんだよ、君。そうなんですね。俺、走るルートを変えた方がいいんでしょうか？君、霊感強いみたいだからね。まあでも、重くて走りにくくないんだったら、別にいいと思うよ。特に悪い影響はないはずだから。もし何か異常があったら言ってくれれば、私が見るからさ。じゃあ、そのままここ走ってます。で、返事をして、今もルートを変えずにいます。実際寒気や嫌な感じは全くしません。ただ、物理的に重くなるだけ。だから俺としては、重くなって体に負荷がかかる分、筋トレにもなるので、どうでもいいか、と思ってます。ただ、住職にこの話を聞いてからは、
走っている途中で体が重くなると、ああ、乗ったんだね。じゃあ今から坂上がって、その後お寺まで行くから、それまで付き合ってね。と、心の中で話しかけながら走るようになりました。たたられちまった。体験者 H さん、40代女性。私は父に稲荷神社にだけは絶対に行くなと言われ育ってきました。そう言われるようになるきっかけとなったのがこっくりさんでした。怖い話が大好きだった私は小学生の時に仲の良かった友達とやってみようという話になったんです。やり方を調べてみると、紙と10円玉とペンが必要で、さらに最後に使った紙を燃やさなきゃいけないことが分かりました。でも自分たちでライターなんて買えません。しょうがないので、親に頼んで出してもらおうと思ったんです。家に帰って母に言いました。紙と10円玉と、あと火がつくものが欲しいんだけど。何するの？最初は怒られるかと思って黙っていたんですが、結局白状しました。こっくりさんをやりたいの？は？そういうの良くないんじゃない？母が露骨に嫌な顔をしていったその時、奥の部屋から父が起きてきました。父は音響関係の仕事をしていて、その日は泊まりの仕事明け。朝に帰ってきて寝ていたところだったんです。何の話してんだ？まだ眠そうな顔で父が母に聞きました。この子がこっくりさんをやりたいって言うのよ。絶対にやめろ。突然、父の声色が変わったのが子供ながらにわかりました。父はどちらかというと感情的に怒るタイプの人でした。なので、怒るにしても、いつもみたいに、そんなのやめろよとか、大きな声を出すんだろうな、と思っていたんです。でも、その時は違いました。大声ではなく、低くて静かで、それでいて、絶対に譲らないような真剣な声でした。私はなんだか怖くなって、ダメって言われたって友達に伝えてくる。と、その場は引き下がりました。結局、この日以来、こっくりさんは一度もやっていません。しばらくして、私は父に聞いてみました。あの時、どうしてあんなにこっくりさんに反対したの？すると父が自分の子供の頃の話を聞かせてくれました。父は小さい頃に
養子に出されていました。その家は食べ物屋さんで、いつも忙しく、それに血のつながった家族ではありませんから、あまり構ってもらえなかったそうです。少し寂しい子供時代だったのだと思います。そんな父を可愛がってくれる人がいました。近所に住んでいた年上のお兄さんです。優しくて頭が良くて、父はそのお兄さんに懐いて遊んでもらったり、勉強を教えてもらっていたそうです。ただお兄さんとはだいぶ年が離れていましたから、父がまだ子供のうちにお兄さんは大人になって働き始めました。電柱や電線を点検して回る電気関係の仕事だったそうです。二人一組であちこちの現場を回る毎日。そんなある日、お稲荷さんを祀った小さな祠のすぐそばの電柱を点検することになりました。お兄さんと一緒に組んでいた同僚は、普段より気をつけて作業していたそうです。それなのに、お兄さんは足を滑らせて落ちてしまいました。そんなに高い場所ではありませんし、大きな怪我もしませんでした。ただ、落ちた拍子にお稲荷さんの祠にぶつかってしまったのです。壊したというほどじゃない。でも少しだけ傷をつけてしまった。その後、お兄さんは高熱で寝込みました。あれは、たたりじゃないか。周りの人たちは、お稲荷さんの祠を傷つけたことを知っていましたから、そんな噂が流れ始めました。お兄さんはその後、ぱったりと仕事に行かなくなってしまったそうです。ここから先は、近所のおばさんから聞いた話だそうです。その話好きのおばさんがある日、お兄さんの家を訪ねて行った時のこと。うちの子、まだ寝込んでてね。おばさんは玄関先でお兄さんの母親と立ち話をしていた時、気づいたそうです。いつの間にか音もなく母親のすぐ後ろにお兄さんが現れたことを。その佇まいが異様だったんです。地べたに座り、両膝を立てて大きく開いた。まるで動物がお座りをしているような格好だったそうです。そして顔を見て寒気が走りました。笑ってなんかいないのに、目だけがつり上がって笑っているように見え、一言も喋らず、ただじーっとこちらを見ている。あんなに優しかったお兄さんの顔が、まるで別人のように変わっていました。あれはもう、狐にたたられちまったんだ。近所ではそう言われるようになり、それっきりお兄さんの姿を見た人はいなくなりました。引っ越したのか、どこかの施設へ入ったのか。父も二度と会うことはなくて、あれだけ慕っていたお兄さんが、その後どうなったのかは、今もわからないままだそうです。
父はこう言っていました。お兄さんはわざとやったわけじゃない。うっかり傷をつけてしまっただけなのに、あんなことになってしまった。俺は子供心に、狐とかそういう動物霊っていうのは、こっちの道理が通じないと思ったんだ。父がコックリさんにあれほど反対したのは、そういう理由でした。正直に言うと、私の父は話を盛る人でしたので、この話も半分は作り話なんじゃないかな、と思っていた時期もあるんです。でもテレビで朱色の鳥居がずらっと並んだ有名なお稲荷さんが映ったとき、私が、こんなに鳥居があってすごいな、行ってみたいな、とつぶやくと、父が言ったんです。稲荷神社にだけは絶対に行くな。確かに父は家族旅行で普通の神社やお寺にはお参りしても、お稲荷さんのあるところにだけは最後まで絶対に足を向けませんでした。そんな父を見て育ったからでしょうか。私は今もお稲荷さんにだけは近づけずにいます。振り向くと死ぬ。体験者 O さん、40代男性。山で名前を呼ばれても振り返らないでください。危険ですので。そんなベタな階段みたいなことあるかって思いますよね。本当に危ないんです。私は公務員として公共の建物を直したり作ったりする分野をもう10年以上担当しています。私はなぜか山の担当になることが多く、ほぼ毎年細々とした工事に関わってきました。山小屋の工事だったり、登山客が使う公衆トイレの修繕だったりですね。そんな中で、やはり山に行くと不思議なことって結構あります。私がまだ1年目の6月、雪山に登った時の話です。雪が残っている時期で、滑り止めの器具を登山靴に装着して、スキーのストックをついて、命綱をつけて登っていくような現場でした。その時は案内をしてくれる地元のガイドさんが2人ついてくれていました。ガイドさんの配置は先頭に1人、そして最後尾に1人です。私たちはみんな前の人のリュックを片手で掴みながら一列になって登っていきました。急な斜面を登りきって、ある程度道がなだらかになったとき、最後尾から一つ前を歩いていた私は、一番後ろを歩くガイドさんから言われました。王さん、後ろから呼ばれても振り向かないでください。必ず呼ばれると思いますが、絶対に振り向かないでください。無視して返事もしないでください。
山で呼ばれても返事をするなというのは日本全国で語られてきた有名な怪談の一つです。返事をすると神隠しにあったり魂を持っていかれるなんていう言い伝えですよね。ガイドさんに振り向くなと言われた私は、いやいやまさかそんなベタなことあるわけないじゃないですか。と笑いながら返事をしました。でもその直後、本当に呼ばれたんです。おーい。最初は、おーいと言った後に、私の名字を呼び捨てする声が聞こえました。男なのか女なのか、よくわからない声。無視していると、今度は下の名前をはっきりと呼ばれたのです。両親か親しい友人くらいにしか下の名前で呼ばれることはないので、思わず、ふっ、と足が止まり、振り返りそうになりました。ダメです。後ろのガイドさんが私のリュックを掴んで言いました。振り返らないでください。絶対にダメです。その後も名字と名前を交互に呼ばれ続けながら、何とかこらえて山小屋に着き、やっと私を呼ぶ声は止みました。ガイドさんからは、もう大丈夫です。帰りは呼ばれません。ただ、引っ張られるので、絶対に振り向かないでくださいね。と言われました。実際、帰り道は名前を呼ばれることはありませんでした。一度だけリュックをクッと後ろに引っ張られる瞬間がありました。この時私は最後尾を歩いていたのに。絶対ダメですよ。列の前方を歩いていたガイドさんの声が響き、私は我に返りました。前にいるのになぜわかったのか。下山した後、ガイドさんに話を聞くと、こういう仕事をしていると、全員が前の人のリュックを掴んでるのもあり、後ろの人が引っ張られてる感覚がわかるようになるのだそうです。王さんは素直な方でしたので、言うことを聞いてくれて助かりましたけど、素直じゃない人は死んじゃいますんで。え、山で死ぬんですか？いいえ、山以外で死ぬんです。降りた後に何もないところで車にはねられたり、溺れたりして死ぬ方が多いです。やっぱり山は怖い場所なんだなと、心底ゾワッとしました。これが私が10年前に体験した話です。それで先日、実家へ帰省した時に、この当時の体験をメモしていたノートを見つけたんです。そこには、あの雪山での出来事の後日談が書かれていました。あの時、私についてくれたガイドの T さんは、それまでに500人近くの人をガイドしていたそうです。
でも、どれだけ警告していても、山で呼ばれて振り返ってしまった人が7人ほどいたらしいんです。その人たちは全員、下山までは何事もなかったそうですが、後日、集合写真などを送るために連絡を入れると、すでに亡くなっていたそうです。死因はまちまちで、統一性はありません。ただ、一点だけ不気味な共通点がありました。亡くなった7人のうち、男性は5人、女性は2人。その全員が、男性は右手の中指を、女性は左手の薬指だけを失っており、どう探してもその指だけが見つからなかったそうです。なぜその指なのかわからないし、調べようとも思わない、と T さんは言っていました。わざわざ藪をつくつもりはない。ましてや、それが蛇でないなら、なおさらだ。ノートの記録はそこで終わっていました。10年前のことなので、私のことを覚えてもらってるかわかりませんでしたが、私は T さんに詳しく話を聞きたくなって、先日、あの山の管理事務所に電話をしました。T さんは6年前に亡くなっていました。私のことを覚えてくれていた管理事務所の方から聞いた話によると、T さんは亡くなる直前、冬が来る前に避難小屋などの設備点検のために山へ登ったそうです。何があったのかは不明ですが、霧が深くて帰れなくなったので、避難小屋で一泊して下山するという連絡が最後でした。秋の半ば、まだ少し暑いくらいの時期に霧が出る状況なんて考えられなかったそうです。死因は凍死でした。山とはいえ、冬でもないのに不可思議な状況でしたが、警察は事故死として処理し、ご家族にもそう説明しました。そしてさらに、亡くなった T さんの遺体について、管理事務所のスタッフはこう言っていたんです。T の指なんですがね、右の中指と左の親指と薬指以外がなかったんですよ。警察は野生の獣が食い荒らしたのだろうとして終わらせたそうです。でも、だったらなぜ体はきれいなままで指だけがなくなっていたんでしょうか。消防設備の点検。体験者 M さん、50代男性。僕は消防設備士という仕事をしています。マンションにお住まいの方なら馴染みがあると思いますが、お部屋にある火災の感知器や廊下の消火器、避難器具、ああいったものを点検したり工事したりする仕事です。
毎日のように違う建物に入っていく中で、たまにおかしなことが起こる建物にあたるんです。例えば以前、11棟くらいある大きな集合団地に行った時、こんなことがありました。各棟に集会室がついていて、そこも点検しないといけなかったんですが、普段は使わないので、鍵がかかっていたんです。こういう場合は、管理員室で鍵を借りて、集会室の扉を開けて中に入る。それがいつもの流れとなります。その日も鍵を借りて扉を開け、中に入った時、奥の襖がシュッと開いたんです。あ、人いるわ。そう思って、すみません。ちょっと点検なんですけども、と声をかけました。でも、返事がない。すみません。入りますよ。足を踏み入れ、玄関を見ると、靴がない。奥に入っても、電気は消えていて、誰もいませんでした。よく考えたら当たり前で、この集会室、さっきまで鍵がかかっていたんですから、中に人なんているはずがないんです。こういうことがちょくちょくありますが、中でも怖かったのは、大手の宅配便の会社から依頼が入った時でした。荷物を集める集荷場の近くにある社員寮の点検です。指定された作業時間は夜の7時頃からでした。集荷場の建物には明かりがついていましたが、少し離れた寮の方は真っ暗。その寮はあまり使っていないそうで、ほとんどが空き家だったんです。ただ空き家でも点検はしないといけません。鍵を事務所で借りて一部屋ずつ入っていきました。鍵を借りるときに、中には人が住んでる部屋もあるから、そこは注意してほしい。と言われていたので、僕は必ずチャイムを鳴らした後にノックもして、点検です、と伝え、中の住人に開けてもらうようにしました。もし返事がなければ、鍵を使って開ける。それをずっと繰り返していました。寮は2階建てで、上に10部屋、下に10部屋あります。1階を終えて階段を上がり、2階を点検していた時です。ある部屋のチャイムを押しました。はーい。20代の後半か30代前半くらいの男性の声が中から聞こえます。いるわ。おかしいのが、その部屋、空き家のはずなんです。あれ、部屋を間違えたかな。もう一度。すみません。消防設備の点検です。と言うと、はーい。やっぱり返事が聞こえるので、扉が開くのを待ちました。でも、待てど暮らせど出てこない。もう一度同じことを繰り返しましたが、返事が聞こえた後に誰も出てきません。困ったなぁ。
ふと玄関の横にある電気のメーターが目に入りました。止まっていました。ガスのメーターも見ると、黄色い札のようなものがかかっています。これ、ガスを止めています。という印なんですよね。住んでるわけないな。僕はもう一度ノックして、入りますね。と鍵を開け、扉も開けました。やはり部屋は真っ暗。でもそんなことより、玄関を上がってすぐの床に線香立てとおりんが置いてあったのです。絶対誰か死んでるじゃん。その瞬間、ゾーッとして入れないと思って、すぐ無線で先輩に状況を説明し、助けを求めました。僕、入りたくないです。代わってもらっていいですか？結局、先輩が対処してくれたので、もういいのですが、自分の中で今でも引っかかっていることがあります。あの部屋で誰かが供養をしていたとして、なんで線香立てやおりんを置いていったのでしょうか。嫌な想像ですが、何かが出るから、とりあえず供養はしたけど、怖くて逃げ出したんじゃないか。僕はあの時、そんな想像をしてしまい、いても立ってもいられず、先輩を呼んでいました。長く住めない部屋。体験者 H さん、60代男性。私は42歳から55歳まで、パートナーと2人で関西にある11階建てのマンションの10階に住んでいました。住み心地は悪くなかったのですが、一つ気になることがありまして、隣の部屋がどういうわけか、住人が長く居つかない部屋だったんです。引っ越してきてもだいたい1ヶ月、長くても3ヶ月ほどで、いつの間にか出て行ってしまう。私が住んでいた十数年の間に、その部屋の住人は10組ぐらい入れ替わりました。どうして隣の部屋だけこんなに人が変わるんだろうね。パートナーともそんな話をしていました。そして今度はその部屋に再婚したというご高齢の夫婦が引っ越してきました。そんなある朝、異常なことが起こりました。私が仕事に行こうと玄関を出てエレベーターに乗り込むと、床が真っ赤な液体で染まっていたのです。気にはなりましたが、急いでいたので、そのまま仕事に向かい、夕方帰ってきた時、同じフロアの住人を見つけたので、何気なく聞いてみました。今朝、エレベーターで何かありました？ああ、お宅の隣の部屋なんですけど、ご高齢の夫婦が住んでらしたでしょう。その奥さんの連れ子が、旦那さんを刺し殺したそうよ。今朝、
私が何も知らずに乗り込んだエレベーター。赤く染まっていたのは全部血だったのです。刺した後、犯人はそのまま逃げたらしく、詳しいことは私にもわかりません。自分が住むマンションで殺人事件が起こるなんて本当に驚きました。この事件の後、隣の部屋はまたしばらく空き家になっていました。そして半年ほど経ってようやく韓国人の家族が引っ越してきました。ちょうど春先でお子さんがこれから小学校に上がるようで、入学式に行く格好をしていたのを見て、今度こそ長く住んでくれるかな、と思ったんです。でも1週間後、この家族も出て行ってしまいました。彼らが引っ越していくのと入れ替わるタイミングで、その部屋に入っていく人物を見て、思わず独り言を言ってしまいました。ああ、やっぱり、隣はそういう物件だったのか。それはお坊さんでした。誰が呼んだのかまではわかりませんが、お祓いをしているようでした。さすがに気になった私は、後日、マンションのことを事故物件検索サイトで調べてみました。マンションには炎のマークがついていて、そこにはこんな内容が書かれていたんです。数年前、マンションから女性が一人飛び降り、何階からだったのか、そこまでは書かれていませんでした。なので、隣の部屋が事故物件なのかどうかは不明です。幸い、お坊さんがお祓いに来た頃には、私もマンションから引っ越すことが決まっていたので、その後、この部屋がどうなっていたのかも知りません。ただ、引っ越した先が同じ市内でしたので、たまにこのマンションのあたりを散歩することがあります。今でもマンションを見上げて、お隣さんの部屋のベランダを見てしまいます。いつ見ても人が住んでいる雰囲気があるんです。もしかしたら私が見るたびに部屋の住人は入れ替わってるかもしれないですけどね。サーバールームに鳥居。体験者 S さん、30代男性。金融の、それも最先端のシステムを扱う現場というのは、意外なほど信心深い世界です。例えば、東京の大手町。銀行や証券会社が立ち並ぶあの一帯には、平将門の首塚がありますよね。大手町でしばらく働くことになった人間は、どんな立場の人間だろうが、必ず一度は手を合わせに行かされます。会社の予定表にわざわざお参りという名目でスケジュールが抑えられてるくらいです。やり方はお賽銭を入れて手を合わせて頭を下げるだけ。ただ一人でもサボるとおかしなことが起きる。
システムに原因不明のエラーが出て、新しいサービスがどうしても世に出せなくなるとか、昔からそう言われてるんです。だから私たちは本物か偽物かなんて考えません。とにかく現地のルールに従って無事に帰ってくる。それが仕事の一部でした。これはそんな業界で働いている私があるデータセンターで体験した話です。私は銀行や証券会社などが使うお金を扱うシステムを作る会社で働いていました。技術者ではありません。システムが法律に違反していないか、セキュリティは大丈夫かをチェックする管理側の仕事です。お金と個人情報を扱う仕事ですから、金融庁が監査で現場まで来て、マニュアルの隅々までチェックしていきます。私はその窓口をやっていました。世界的に感染症が流行していた頃、テレワークが一気に広がって、レジでの現金でのやり取りも危ないと、世の中がキャッシュレスに傾きました。そういった理由から処理するデータの量が爆発的に増えたので、データセンターのサーバーを増設することになったんです。現場は関東の水害の少ない田舎にある大きなデータセンター。6月から8月まで3ヶ月ほど、私はそこへ出向くことになりました。技術者ではない私にとっては、現場を見て勉強してこいという社会科見学のような意味合いもありました。上のポジションに上がるための箔付けです。自分の仕事が評価された嬉しさもあり、喜んでいました。ところが、妙なことがありました。普段、誰がどこへ移動するかなんて、社内の掲示板にポンと貼られるだけ。それなのにこの時は、なぜか取締役の部屋まで呼ばれ、辞令をわざわざ手渡しされ、こう言われたんです。向こうに行ったら、現地のルールにとにかく従え。揉めるなよ。データセンターは職人気質の人も出入りする現場だから、そういう人たちと衝突するな、という意味だろうと、その時は軽く受け止めました。現地に着いて、早速サーバールームを案内されました。大きなサーバーがずらりと並んだ精密機械の部屋です。でもそのサーバールームに入った瞬間、左奥のサーバーとサーバーの間に見慣れない赤いものが見えました。小さな鳥居が置いてあったんです。350ml の缶ジュースくらいの手のひらに乗るようなサイズの鳥居。その先にお皿があって、さらに奥には石でできた小さな狐の像がちょこんと置いてあります。小さなお稲荷さんでした。つい触ってしまったのですが、これが床にがっちりと固定されていて、びくともしません。これ、何ですか？案内してくれていた職員に聞くと、少し困ったように笑って言いました。ああ、後で全体に説明がありますので、今は無視してもらって
大丈夫です。気味が悪いな、とは思いました。でも、さっきの首塚の話のように、金融の現場ではこういう神仏との関わりが珍しくありません。だから、ああ、これもその類か、と納得しました。そういえば、引継書にも、お稲荷さんがあるので、毎日手を合わせてください。と、一行だけ書いてありました。ただ、屋外にあるものだと思っていたので、まさか精密機械の部屋のど真ん中にあるとは驚いたんです。データセンターの中の見学が一通り終わると、新しく来た私たち30数名が再びサーバールームに集められました。そこでサーバーを運ぶ手順や誰が何を担当するかの説明が終わって、最後にこう切り出されたんです。では、お参りの方法について説明します。配られたタブレットには、サーバー夜間メンテナンスについてというタイトルの資料が入っていました。ところが中身はメンテナンスとは程遠いお参りの手順書だったのです。A4 で5、6枚。お辞儀の仕方とか、どのサーバーをどっちに曲がるか、図まで入って、誰がやっても寸分たがわず同じお参りになるよう、30項目以上がびっちりと書いてあります。他の業務マニュアルと同じように、それが淡々と読み上げられていきました。お参りをするのは夜勤の人間、つまり新しいサーバーを増設しに来ている私たちです。時刻は深夜2時ちょうどから。入り口で鳥居に向かって一礼し、そのまままっすぐ進んではいけない。番号の振られたサーバーを決められた順路で回りながら、各サーバーの横で鳥居の方を向いてお辞儀をする。最後に鳥居の前でもう一度お辞儀。そこで初めて声を出していい。何卒よろしくお願い申し上げます。そう言って用意したお供え物を捧げる。それで終わり。あとは通常の夜勤に戻っていい。もし途中で手順を間違えたら最初からやり直し。ただし、やり直しが効くのはお供えをしてお辞儀をする前まで。そこまで行ってしまったらもう取り返しがつかない。間違ったお参りをしたことになる。それをやった場合は良くないことが起こる。これ、本気でやるのか？全員静まり返っていました。トップバッターは私の上司でした。彼は学生時代に柔道とラグビーをやっていた体格のいい頼りになる人です。俺が最初に行ってどんなもんか見てくるよ。明日の朝8時に電話するから待っててくれ。次の日のお参りを担当する私に向かって上司はそう言っていました。この人は
8時と言ったら、きっかり8時に電話をかけてくる人です。ところが翌朝、8時になっても電話が鳴らない。珍しいなと思って、こちらから電話やメッセージを送っても返事がない。結局、9時近くになって、ようやく電話がかかってきました。ひどく疲れた声でした。悪い電話かけられなくて、システムのトラブルでもあったんですか？いや、そういうわけじゃないんだけど。普段は物事をズバッと言う人が妙に言葉を濁すんです。何か出たんですか？いや、そういうわけでもないんだよな。たださ、とにかく雰囲気が不気味でな。あと、サーバールームの中が寒かった。温度なんてシステムを守るために一定に保たれています。昼も夜も変わりません。それなのに寒かったそうです。昨日は、俺が最初に行ってどんなもんか見てくるよ。と言っていたのに、私はより不安になりました。とにかくもう、お前が今夜行くときは焦らず、一つ一つやれよ。気合い入れてけ。それ以上は何も教えてはくれませんでした。その夜、私の番が来ました。お参りの手順もそうでしたが、お供え物にも異常なほどのこだわりがあることが分かりました。まず私たちがそのお饅頭を自分で冷蔵庫から出すことは許されません。当晩の夜、データセンターのお偉いさんが冷蔵庫を開けて、麻袋にお饅頭を入れて、私たちに渡します。まるで桃太郎のきびだんごみたいに、その麻袋を腰にぶら下げて、私たちは向かうんです。しかも、お供えするお饅頭とお酒は、その辺で買ってきたものではありません。決まった酒屋と和菓子屋があって、車で1時間ほど離れたそこまで、夜勤とは別の担当者が朝取りに行くんです。店に着いて、〇〇社のものです。お供え物を取りに来ました。と言うと、ご苦労さん、と渡してもらえる。年間で予算が組まれており、先払いされているので、あとは受け取ってくるだけ。そのまま夜まで置いておくと傷むので、和菓子専用の冷蔵庫までありました。その冷蔵庫は、お饅頭が硬くならないように温度を調整してあって、しかも温度のダイヤルにはガラスのカバーがかぶせてあり、その上に鍵までついている。うっかり誰かが触ってずれる、なんてことが絶対に起きないよう、鍵はデータセンターの偉い人しか持っていません。夏は水まんじゅうなど季節でお菓子が変わると、その温度もいちいち変える。そこまでこだわり抜かれていました。そして身につける装備も物々しい。タブレットは手で持つのではなくカバーをつけて
ストラップで首から下げる。夜までに必ず100% まで充電しておけと言われ、おまけに予備のバッテリーまで渡されます。万が一切れてもその場で充電しながら使えるように。そして工事現場の職人さんがつけている腰に装着するタイプの道具をぶら下げるベルト。あれをつけさせられて、左側におまんじゅうとお酒、右側に懐中電灯と工具をいくつか入れておく。お酒も瓶ではありません。こぼれないように水筒のような容器に入っています。鳥居に一滴もかけてはいけないので、家の鍵などにつける伸びるリールまでついていました。これ、必要なんですか？腰のベルトを渡されたとき、私は聞きました。タブレットとお供え物なんて、右手と左手に持っておけばいいじゃないか、と思ったんです。するとその人は、何が、とまでは言いませんが、こう言ったんです。両手は常に使えるようにしておいた方がいいんだよ。さらに緊急時に本部を呼び出すためのナースコールのようなボタンまで持たされました。サーバールームは電波が届かないこともあるから、と。これだけの重装備をさせられてるにもかかわらず、必要以上のことは誰も何も話してくれません。行ってらっしゃい、頑張ってね、と送り出される。正直、気味が悪くて仕方がありませんでした。そしていよいよ深夜のサーバールームに入りました。本当に寒い。エアコンの設定温度は16度から変わっていません。この温度なら肌寒いという程度のはず。それなのに業務用の冷蔵庫の中に入ったような寒さでした。お参りの間は部屋の電気をつけてはいけない決まりですので、中は真っ暗。暗闇の中、サーバーの黄緑とオレンジのランプだけがチカチカと光っています。この光だけでは足元も見えません。頼りになるのは懐中電灯だけ。ただ、鳥居の場所だけはすぐにわかりました。そこだけ鳥居を置くためにサーバーの間隔が不自然に開けてあるので、扉を開けた瞬間、どのあたりにあるかはわかります。長くいてはまずい。そんな気がして、私はタブレットのマニュアルを声に出して読み上げながら、一つ一つ手順を進めていきました。ここで向こうに一礼。決められた順路でサーバーを回り、お辞儀をして、また次のサーバーへ。6番目のサーバーに差し掛かったとき、腰のあたりに違和感を覚えました。見ると、左につけていたはずのおまんじゅうの袋とお酒がないんです。え？慌てて来た道を戻り、懐中電灯であちこち照らしながらサーバーの中を探し回りました。
どこにもない。10分か20分か経って、もうダメだ。怒られてもいいから一度、他の職員に助けを求めよう。と思い、出口の扉に向かいました。なんで、ここに？出口の前に、おまんじゅうの袋とお酒が、立てて置いてあったんです。怖くなるので、私はもう何も考えないことにしました。無言でそれを腰につけ直し、今度は落とさないように左手で押さえながら進んでいくしかありませんでした。怖がってるのを悟られないように、わざと大股でゆっくり丁寧にマニュアルを読み上げながら間違えないように一つ一つ。そうしてようやく鳥居の前にたどり着きました。麻袋からおまんじゅうを取り出して3つお皿に乗せる。お酒は鳥居にかからないよう水筒から慎重に注ぐ。そして深々と頭を下げました。何卒よろしくお願い申し上げます。ようやく外に出ることができました。時刻は3時半。1時間半も経っていました。何をやっていたんだと怒られるんじゃないか。恐る恐る職員の部屋に戻ると、他の職員はちらっと私を見て、ああ、お疲れさん。それだけしか言いませんでした。その後は仕事が全く手につきません。手順を間違えなかっただろうか。不安でお参りのページを何度も開いて確かめました。夜勤明け、疲れ果て、家に帰った私は朝食も忘れて寝込んでいました。そして夜になって後輩の女性から電話がかかってきました。S さん、怖かったでしょう。彼女はこの日、サーバールーム内の監視カメラを点検する仕事をしていたそうです。そして、昨日の私のお参りを見たのだそうです。S さん、扉を入ったところで無表情のまま、くるっと後ろ振り返って、おまんじゅうとお酒を外して、そこにポンと置いて、それから急に慌てたみたいにサーバーの間をぐるぐる回ってましたよね。あれ、何やってたんですか？言葉を失いました。置いた記憶なんて全くありません。今夜の当番は後輩の彼女です。でも私は彼女に何もアドバイスができませんでした。やばいから早く終わらせた方がいいよ。そう伝えるだけで精一杯でした。翌日、上司から電話がかかってきました。彼女は救急車で運ばれていました。熱が出たということで
あの感染症の疑いもありましたが、陽性ではありませんでした。彼女が言うには、お参りはすごく丁寧にやったけど、お供えをして手を合わせて、これで最後だなと、もう一度マニュアルを確認したら、そこにこう書いてあった。おまんじゅうは3つ備えること。皿に乗っていたおまんじゅうは2つしかなかったそうです。慌てて探し回ったけれど、もう一つは見つからなかった。その夜、彼女は急に高熱を出して運ばれたんです。そして、後で監視カメラを確認した人がこう言っていました。彼女は無表情のまま突然袋に手を突っ込んでおまんじゅうを一つ取り出し、それを横に放り投げて、そのまま鳥居に向かっていましたよ。間違ったお参りをして体調を崩したのは彼女だけではありませんでした。田舎道でバイクを畑に突っ込み骨折した人、高熱を出した人、だいたい1ヶ月に5人ぐらいが病気になるか怪我をするかしていました。そこで2ヶ月目に入った時、おかしな集まりがありました。お参りのやり方をもう一度みんなで確認しようと言うんです。センター長が説明している途中で一人の職員が食ってかかりました。なんでこれをやるんですか？理由をちゃんと説明してくださいよ。おかしいじゃないですか。みんなが慌てて止めに入りましたが、正直全員が理由を知りたかったのも事実です。すると、普段から無口なセンター長がめんどくさそうにぼそっと一言だけ言いました。知らない。そして知っている情報だけを淡々と話し始めました。鳥居は昔からここにあった。データセンターを建てるときにどかそうとしたが、どかそうとすると事故が起きるからそのままにした。朝は掃除をして手を合わせるだけの簡単なお参りをしている。だけど、新しいサービスのためにサーバーをいじるときだけは、なぜか深夜2時にあの細かいお参りをしないといけない。そうすると商売がうまくいくというのです。金融のシステムというのはそこそこの黒字ではダメで、割に合わないと畳んでしまう。撤退する時の立ち会いも私たちの仕事でした。ところが、この会社にはそれがなかった。事業はどんどん広がって、従業員も増え続けていました。もちろん、その分野の需要が伸びていたせいもあるでしょう。でも不気味なほど、外れがなかったんです。こうも言っていました。昔、弁護士や労働基準監督署に訴えに行った人間もいるよ。だけど、こんな話、誰も信じない。精神科を案内されるのがオチだ。嫌なら、異動願いを出すか、転職しろ。戻れば、いいポジションにつけるんだから、あと数ヶ月我慢しろよ。
そう言われてるようでした。もう何も言えません。淡々とやるしかない。それ以降は誰かに何か起こっても、ああ、お大事に、くらいでみんな触れなくなっていきました。ちなみに朝のお参りを一度だけ見たことがあります。こちらは拍子抜けするほど雑でした。お菓子を手で片付けて軽く掃除をして手を合わせて、はい、おしまい。厳重なのはあくまで深夜2時の部だけのようでした。もはやお参りというより儀式に近い。うまくいきますようにと願いをかける呪術のようなもの。サーバールームの中で何かを見たという人もたくさんいました。狐を見たという人、狸を見た、犬と猫がいた、蛇がいたという人、他にも女の人、男の人、子供、おじいさんが泣いてうずくまっていたという人もいる。狐ならお稲荷さんだし、まだ辻褄が合います。でも見えるものは人によってまるで違うんです。ベテランの50代の社員がよく言っていました。業に行っては業に従え。やばいものは大体わかる。これは江戸時代からあって、とか由来をぐだぐだと説明されるものは大したことがない。ただの歴史のうんちくだと。本当にやばいものは毎晩お参りするように絶対に忘れないで、としか言われず、みんなが背景を説明したがらないもの。触れたくない、説明したくない。背景を知ろうとしてはいけない。知ってしまうと、それと縁を結んでしまうから。たとえそれがいい神様だったとしても、俺たちは短期間でその土地を離れる人間だろう。だから一時的にお邪魔します。礼儀だけ通させていただきます。という気持ちでやって、終わったらさようなら、と出ていく。それだけでいい。でも私には引っかかっていることがありました。あれは丁寧に敬ってほしいというのとは違う気がしたんです。まるでこちらが間違えるのを待っている。荒探しをして間違えたら罰を与える。それをどこかで楽しんでいる。そういう悪意のようなものを感じていました。そして無事3ヶ月の出向が終わり、私は本社に戻りました。社内でのポジションも給料も上がりました。だけど、あの出来事がどうしても頭から離れず、結局、その会社は辞めてしまったんです。あのデータセンターに行った人間は、戻ってくるといいポジションにつけるのに、半分くらいが半年以内に辞めていきます。みんな優秀だから次の挑戦に行くんだろう。私も実際にあそこへ行くまではそう思っていました。でも、
多分違う。新しいサービスを始めるたびに、またあのサーバールームに行かされるかもしれない。それを知ってしまうと耐えられなくなるんです。先日、その頃の上司と仕事で会う機会がありました。一緒に飲んでる時に彼が言いました。そういえば、あのデータセンター、もう使わないことになったよ。私はもう詳しくは聞きませんでした。